皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR の奈良駅です。前回の動画で阪和線の美松園駅から遠回り乗車で和歌山を回って奈良に着きました。大阪近郊区間がこちらの図で、美松園から奈良までのルートを見るとこんな感じになります。赤い線が通ってきたルートです。今回はその続きです。遠回りをしてゴールの大阪環状線の新今宮駅へ向かいます。奈良駅から乗るのは13時15分発の大和路快速です。8両固定編成の221系なので、先頭車の猫耳のような転落防止ホロはついていませんね。13時も過ぎてお昼ご飯がまだですが、奈良駅には改札内の飲食店がないのでもう少し我慢です。時間になり奈良駅を発車です。お盆時期ですが、お昼過ぎの大阪方面への列車、車内はこんな感じです。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大和路快速大阪行きです。高架を降りていく途中で線路は左に触れ、大和路線の高架工事に伴っての仮設の線路を走ります。途中、この病院の近くには駅も作られる予定だそうです。大和路快速と名乗っていますが、途中の王子駅までは各駅に停まります。郡山駅を出ると近鉄橿原線がオーバークロスします。大和小泉駅、そして奈良県の代表的な観光地の一つ、法隆寺の最寄り駅の法隆寺駅に停車。法隆寺駅の橋上駅舎は寺院風の屋根になっています。法隆寺を出て少し長めの鉄橋を渡るのが第一大和川橋梁。この先大和路線は奈良、大阪の県境にかけて4回大和川を渡ります。近鉄田原本線の下を抜けると王子駅に到着。王子駅には近鉄の生駒線の駅もあります。王子を出ると奈良、大阪府の県境越え。大和川沿いにいくつかのトンネルと鉄橋で抜けていきます。高田駅を過ぎたら近鉄大阪線がオーバークロス。柏原駅では近鉄道明寺線のホームがありますが、電車はいませんでした。久宝寺駅に停車。この駅を発車すると間もなく大阪東線が分かれて行きます。この動画の前編で紹介の阪和貨物線はこの付近で廃線跡が分かれて行きます。大阪東線から分岐してデルタ線を構成する上東貨物南連絡線が近づいて合流の後、平野駅を通過。カメラが傾いていますがすいません。居眠りしています。ちびまる子ちゃんのチャイムが流れて、正しくは221系のチャイムです。まもなく天王寺の放送です。天王寺です。ちょうど関空へ向かう特急はるかとすれ違いました。天王寺で大和路快速は下車します。カメラが揺れてごめんなさい。こうして見ると大阪環状線方面へ特急はるかと大和路快速、関空紀州路快速が3本続行という形ですね。次は天王寺駅の11番、12番乗り場から大阪環状線内回りに乗ります。ちょうど内回り電車が来たので乗車。寺田町、桃谷と止まって次は鶴橋。この電車は鶴橋で降ります。この鶴橋で降りたのはお昼ご飯のため。内回りホームにある麺屋鶴橋さん。JR 西日本フードサービスネットのお店です。前編の動画の大鳥駅で見た改札内のお店も同じでした。お店の入り口横にある券売機で食券を購入。まだまだ酷暑な8月半ばなので、冷たいとろろぶっかけそばにしました。
こんな感じのとろろぶっかけそばでした。電車の時間もあるので、ちょっと急ぎ気味にいただきました。お昼もだいぶ過ぎて14時になっていたので、食べると生き返ります。美味しかったです。ごちそうさまでした。ちなみに店内は立ち食いそば、うどんのお店なので、こんな感じでした。お店の隣には大阪環状線のホームでは珍しい駅弁売り場があります。大阪から特急列車に乗る際に駅弁を買おうとしても、大阪駅の駅弁売り場が分かりにくい感じなので、ここで購入する需要があるのかなと勝手に想像したりして。このお店はホームにあるから電車を待っている間に買えます。大阪駅はホームの駅弁売り場は11番乗り場の真ん中だけですし、鶴橋駅のホーム駅弁売り場は結構便利なのかも。反対側のホームの鶴橋駅外回りホームにはロッテリアもあるので、うどんそばかハンバーガーか選べますね。下車して15分後の内回り電車に乗って大回りの旅再開です。玉造森の宮と停車。大阪環状線から大阪城が見えるのは森の宮を発車して数秒だったと思います。あとは見えそうで見えない。大阪城公園駅を発車して大阪ビジネスパークを横目に見つつ京橋に到着。ここで乗り換えます。次に乗るのは片町線。愛称は学研都市線と呼ばれています。階段を降りて学研都市線のホームへ。反対側の尼崎方面へ向かうホームは JR 東西線ホームとなっています。これはこの駅から東側が学研都市線、西側が JR 東西線となっているため、JR 東西線が開通前は片町線は西側にもう一駅片町駅がありましたが、JR 東西線開業により廃止、起点駅が変わってしまったケースですね。ホーム奥にあるお手洗いに行って自発の同志社前行き区間快速に乗るつもりでしたが、先発の四条直手行きに間に合ったのでそちらに乗ります。京橋を出て間もなく車窓左から大阪東線が現れて次の駅に停車。昨年の大回りの旅ではここで乗り換えましたが、今回はこのまま乗車します。ということで今回は学研都市線を乗り通します。京橋から木津までの 44.8km、途中に24駅あります。そこそこ距離もあるため、快速列車、区間快速もあります。次の花店駅、関西を代表する連続駅名ですね。乗っているのが最後尾車両で、付近に漢字入りの駅名板がなかったので、こちらは昨年の大回りの映像からです。花店を出ると真ん中の2線が分かれて大阪東線の久宝寺方面へ向かいます。ここで赤錆びたトラス橋があって複線の線路が見えて、こちら側が行き止まりになっています。大阪東線の前身の上東貨物線時代に使われていた鉄橋とも思いましたが、過去と現在の空中写真を見比べると現在では鉄橋が増えています。ということで、この鉄橋は花店の車庫、網干総合車両所明石支所花店発所の入れ替え線のようです。次の徳安駅を出るといきなりで焦りましたが、新幹線100系の先頭車です。元グランド光用の V 編成の車両。京都鉄道博物館に展示されているのと同形式のようです。引き続きどこかで見たような赤い電車。近鉄の新型の 8A 系、台車を履く前の状態でした。ちょうどこの動画を公開したあたりから運転開始ですね、8A 系。私もいつか乗りたいと思います。住の堂駅で普通電車を降ります。4分後に同志社前行きの区間快速が来ます。私はあまり学研都市線を利用する機会がないので、住の堂駅がどこにあるのか分かりにくいのですが、近鉄奈良線でいうと、東花園駅から北へ約 8km、その真ん中付近に近鉄京阪奈線の吉田駅があります。住の堂で降りて間もなく区間快速同志社前行きが到着。ロングシートがすべて埋まるほどの乗車でしたが、先に進むほど空いてきて、河内岩船を出るとこれぐらい空いてきました。車窓右側に山が見えますが、地図で見るとこんな感じで、
東へ向かう線路がこの辺りは北へ向かっています。大阪、京都、奈良の県境の300メートルの山を避けるように北側へ迂回して、山が途切れたら南下して木津に至るという形が学研都市線のルートになっています。そして到着したのは長尾駅。ここで区間快速から降ります。ここで下車したのは、かつてはここまでが電化区間で、この先はディーゼルカーだった頃に訪れたので、その変わった姿を見たかったから。当時は2面3線の駅でした。103系電車の隣にキハ20系のディーゼルカー。ディーゼルカーが停車しているホームには架線も引いていないのがわかります。現在の長尾駅は1面2線の島式ホームのみ、今風な橋上駅舎になっています。改札付近も都会の駅という雰囲気。これは人が来ないタイミングで撮影しました。本当に各線の間が著しい駅です。こちら側にもう一本線路があって、木津行きのディーゼルカーが止まっていたのかなと想像したりしていました。次に乗る15時18分発の木津行き快速が来ました。快速といってもこの駅から木津まで各駅に停まります。次の駅は松井山手駅。松井山手から先は単線区間になります。行き違い待ちで4分の停車。車内保温のためドアは閉められています。対向列車が到着して発車です。松井山手から木津までまだ29分かかります。次は大隅です。出口は右側です。京田辺駅を過ぎたあたりから近鉄京都線と微妙な距離を保ちつつ並走します。JR 宮巻駅ではお向かいに近鉄の宮巻駅があります。ここでこの列車の最後の行き違い待ちで6分停車。JR 宮巻駅を発車すると近鉄宮津駅、そして宮津車庫が見えます。ここは夜間に留め置くための車庫のようで、日中に電車は見かけない気がします。こちらは大須野駅。先ほどの宮巻駅よりさらに近鉄の新大須野駅が近く、乗り換え案内の放送もありました。西木津駅を出ると間もなく奈良線、大和路線が近づいてきます。こうして学研都市線を乗ったり降りたりして、京橋から1時間23分で木津駅に到着。学研都市線は急カーブで木津駅1番ホームに入ってくるのがわかります。京上駅舎の改札はこんな感じです。次に乗るのは16時15分発の宮古寺快速京都行き。この奈良線を行くよりも大和路線、関西本線経由で次に出て滋賀県方面に行く方が大回りの距離は伸びますが、今回の旅は前回の大回りの旅で乗っていなかった路線を回ってみたいので、このコースにしました。宮古寺快速京都行きの入線です。なんとか空席があったので座れました。発車して間もなく木津川を渡ります。ところが雨が迫っているような気配も見えます。実際はこの時パラパラと少し降っただけで済みました。玉水駅に停車。奈良線のこの区間は単線なので列車交換もあります。次の山城多賀駅まで1駅だけの複線区間になります。単線区間に戻った長池駅、ゆっくりと通過です。木津から新田駅の間は近鉄や学研都市線と離れていて、奈良線は木津川東岸を走っています。宮古寺快速は常陽駅に停車。この駅から先の奈良線は複線になります。ちなみに車内は外国人観光客の方が多く乗っていると感じました。通路に大きなスーツケースがあるのも目立ちました。今通過の駅は JR 小倉駅。まもなく宇治に停車です。宇治駅を出て宇治川を渡ります。こちらは六地蔵駅。
京都市営地下鉄東西線が山科を経由してこの市に至ります。元はといえば、ここには京阪電車のみ六地蔵という駅がありましたが、沿線人口増加に伴い JR の新駅に地下鉄開業と人口の伸びの著しさが伺えますね。JR 藤森駅と稲荷駅の間で名神高速道路の下を抜けます。そして東福寺駅に停車。真横にあるのが京阪電車です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点京都です。お出口は左の宮古寺快速は木津から36分で京都に到着。奈良からでも所要時間は44分。近鉄特急の奈良・京都間が40分、急行が40分から48分なので、単線区間もある宮古寺快速は結構頑張って走っていますね。京都駅はいつ来ても人が多いです。次は大阪まで行きますが、特急課金します。特急サンダーバード30号。大回り乗車は特急券を別に買えば特急にも乗れます。改札内の緑の券売機で特急券を引き換えました。サンダーバードは7番乗り場から発車。乗車位置表示はこんな感じです。サンダーバードを待つ間に隣のホームに大河ドラマ光る君へのラッピング電車琵琶湖大津紫式部トレインが入ってきました。電車には大津の石山寺詣の様子などが描かれています。そしてサンダーバード30号の入線です。京都で結構多く下車されています。ここから乗る方も結構いますね。17時10分、京都駅を発車です。特急サンダーバード30号大阪行きです。列車は前から12号車、11号車の順に一番後ろが1号車です。グリーン車は1号車。さすがにお盆時期でサンダーバード30号は12両編成で運転です。私の乗った7号車は空席が結構ありました。でも散々普通と快速電車を乗り継いでいるので、この方が快適で良いです。普段でも新快速に乗ると京都から大阪はかなり混んでいるので、こうして特急に乗るのも良い選択かと思います。今日の乗り継ぎプランは結構のんびりしていますけども、こうやって特急を挟み込むのも変化があって面白いかも。140円だけしか JR さんに支払ってませんし、お布施みたいな感じです。サンダーバードは時速130キロで快調に飛ばします。まもなく新大阪です。北陸ロマンが流れて新大阪到着前放送が流れました。新大阪に停車。そして淀川を渡って大阪駅に到着。京都から26分でした。停車中の列車はさて大阪からは今回の大回り乗車ラストランナーになります。17時42分発の区間快速奈良行きに乗れそうなのでこれに乗ります。発車してオープンしたての JP タワー大阪と大阪駅とをつなぐペデストリアンデッキが見えます。区間快速なので大阪環状線内は各駅に止まります。ここは福島駅なので大和路快速、関空快速、紀州路快速も停車。こちらは西九条駅、ユニバへの乗り換え駅です。西九条駅発車メロディーのアメリカンパトロールが流れていました。西九条を発車すると夢咲線が分岐していきます。安治川橋梁を渡る風景は大阪環状線の西半分らしい景色です。
弁天町駅外回りホームにはホーム床に印がついています。内回りホームでは先にホームドアがついたので、引き続き外回りホームも工事というところでしょうね。大正駅を出てすぐ木津川橋梁を渡ります。先ほど奈良線でも木津川を渡りましたが、間に淀川を挟んで上流と下流で別々に木津川があるという形になっています。どちらも木津という地名は木材を陸揚げする港に付けられた地名で、奈良線にあった木津は平城京などの建設用の木材を陸揚げする港。大阪の木津、木津村は四天王寺建立用の木材を陸揚げするための港の地名が由来だそうです。芦原橋今宮と来て、今回の大回り乗車も大詰めです。次はゴールの新今宮駅。今宮を出ると大和路線が加わり、4本の線路となります。南海の新今宮駅の下を抜けて JR の新今宮駅に到着です。乗ってきた区間快速を見送ると201系が入ってきました。朝の美少園駅以来、改札口から久々に出ました。切符も記念にいただきまして、今回の大回り乗車も終わったなという感じです。新今宮駅には18時2分に到着でした。美少園駅を出たのが7時43分だったので、10時間19分の旅でした。ちなみに美少園から普通に新今宮まで行くと8分で着いていました。大回りで乗車した距離は 341.5km。路線図で見るとルートはこうなります。今回は短めですが、木津から奈良線を経由せずに関西本線から滋賀県方面へ向かえばもっと長い距離にできましたが、その分各路線でゆっくり旅をしたので、こういう大回りもあってもいいかなと思います。ということで、今回の大回り乗車の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。